今日は約3年かけて快適に車中泊できるように改良した私のエブリィを約20分でご覧いただきます。今回は10日以上の車中泊でもかなり快適に生活できるようになったので、総集編としてまとめました。このやり方が完璧というわけではないので、今後またアップデートすると思いますが、必要とされる方のご参考になれば嬉しいです。まずはじめに導入してめちゃくちゃ良かったのがこのルーフボックスですね。このルーフボックスは昨年中古で6000円で購入したものなんですが、約400リットルの収容能力があって、これだけの大容量なんで車中泊で使わない遊び道具もほとんどのものが入れることができると思います。また車中泊で出たゴミもこの中に入れておけるので匂いも出ずかなり便利です。またこのボックスの中は雨や雪で水に濡れる心配もないので、着替えの洋服や食品その他すぐに使わないけどあると便利なものを何でも入れておくことができます。このルーフボックスはこのルーフキャリアさえつけてしまえば手軽に収納を増やすことができるので、そういった意味でも使いやすいアイテムです。1点だけ欠点を挙げるとすれば 2.3 メートル以下の立体駐車場に入れなくなるので、その点だけはデメリットですが、車の燃費もほとんど変わらないので、これは導入して本当に良かったです。続いて車中泊でもうなくてはならないものなんですが、このようなフロントシェードやカーテン、そして運転席の窓ガラスを埋める断熱性のシェードです。もうこれは施工から3年以上経っているんで、さすがにちょっと破れたりしているんですが、それでもまだ問題なく使えています。で、私はこのクォーターガラスの部分にこのように断熱のシェードを夏の炎天下ですとかそういった時にもずっとつけっぱなしにしているので、よく見るとこのように上のカラーボードの部分が縮んできています。それでも特に接着剤ですとかそういったものを一切使うことなく、これ3年ぐらいつけっぱなしにしてるんですけど、全く落ちてこないのでとても便利に使っています。今一部この裾上げテープで留めていたシェードが外れていることに気づいたんですが、これも3年以上使っていますので、そういった意味ではよく持ってくれていると思います。この部分の補修はとても簡単で、ダイソーで買ったこの裾上げテープを使って、このザラついた接着剤がついている方の面を下に合わせて、裾上げテープを上に並べたら軽く水で濡らしてアイロンをかけてあげるだけで簡単に接着できます。はい、こんな感じでちょっと継ぎはぎ感があるんですけど、問題なく補修はできました。3年使っても崩壊することはなかったんで、今後もこれを使い続けていきたいと思います。続いてはフラット床です。で、こちらも3年以上使っているんですけども、フラット床、これは 12mm の針葉樹合板にこのようにクッションフロアをタッカーというダイソーで購入した工作用のホッチキスを使ってこの部分を留めています。そしてこの板を支えるのは指示足という1個250円ぐらいで売っている高さをネジで調整できる指示足というものを使って固定しています。これがあることでこの助手席や運転席、そしてフロントのシェードを床下の部分に簡単にしまえるので、そういった意味でも6センチ程度床とこの車の間に隙間を空けてスペースを作るようにしています。で、続いてフラット床のこちら側の前の方にはこのようにイレクターラックを使ってこの部分を巨大な収納スペースとして使っていて、このように水回りのシンクセットやキッチン周りの用品を入れておくボックス、そして羽毛布団をこの45リットルのリュックにしまってこの部分に置いて収納しています。そしてサブバッテリーは夏以外のシーズンはこのレノジーの 100Ah のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使っていて、走行充電には同じくレノジーの 50A の走行充電、これはソーラーパネルからの充電もできる充電器になっています。そしてインバーターはどのインバーターを導入するか未だに迷っているのですが、その理由をインバーターの大きさや使える電力量を比較してご覧いただきます。こちらはこれまで動画の中で一番使ってきた大橋産業の 400W 制限範インバーターです。こちらの特徴としては 12V のシガーソケット端子もここから電源を取れるようになっていて、 USB Type-A が2つついていて AC100V が2つついています。これらの合計が 400W まで使える製品です。私が通常車内で電気を使う際は IH クッキングヒーターで 350W、
USB の LED 照明で最大 10W、 冷蔵庫が約 30W なので合計 390W で、この 400W インバーターでもギリギリ電力を賄えていました。このインバーターは使える端子の種類も多いので、携帯の充電やこのシガーソケットの部分からは FF ヒーターもしくは冷蔵庫の電源をこの部分から取っていました。私が普段使っている冷蔵庫は別売りでバッテリー内蔵もできるかなり便利な冷蔵庫なんですが、これはシガーソケット駆動にも対応していて、冷蔵庫はなるべくこのような直流電源から電気を取った方が消費電力を節約できるので、この大橋産業のインバーターで電気を節約しながら使ってきました。このインバーターだけで賄いきれない大電力を使いたい際は小型のポータブル電源を併用して使っていたんですが、このやり方も車内にポータブル電源を置くことになるのでそれなりにかさばります。今後はこのやり方を改善してインバーターの電力を上げて、なるべくサブバッテリーで電力を賄うことにしました。そこで気になってくるのがインバーターの大きさ。制限範インバーターで大きなタイプになるとこのような感じで 400W から 1000W に変えるだけで、体積や幅から考えてもほぼ倍ぐらいの大きさになります。これが 1000W から 2000W に上がっても同じで、ご覧のようにインバーターの高さもかなり大きくなり、この横幅もかなり巨大化してきます。 400W インバーターと 2000W のインバーターを比較してもこのような感じでものすごく大きさが変わってきます。これらのインバーターの大きさ、電子レンジやドライヤーを車内で利用する予定のない方は大きさ的に考えてもこちらの 1000W 以下のインバーターで十分間に合うと思います。私は床下収納で使うインバーターをリタイムの 1000W の純制限範インバーターをこの部分に置いて、電気周りを全て床下から取ることにしました。今バッテリーの節約のために電源を切っていたんですが、この部分のスイッチを入れるだけですぐに電気が使える状態になります。そして先日の北海道の車中泊の旅でも大活躍してくれた FF ヒーターは、この床下のもともとリアヒーターがあった部分のリアヒーターを撤去して、この部分に燃料タンクと FF ヒーターを仕込んで、こちらの横の配管から温風を車内に回して車の中を温めています。この FF ヒーター、配管は結構大変だったんですが、取り付けて本当に良かったです。マイナス21度の北海道の陸別町の車中泊でも寒さに凍えることなく快適に車中泊できました。また FF ヒーターは灯油1リットルで約8時間も駆動させることができるので、個人的にはかなり気に入っています。続いてソーラーパネルは超ネジで固定していて、このような感じで車の上に常設して固定しています。このソーラーパネルは最大で 100W 程度発電するんですが、天気のいい日はこれだけでかなり充電してくれるので、そういった意味でもかなり役立ってくれています。このようにルーフボックスを乗せてもちょうどこの部分に収まってくれるので、とても使いやすいです。ソーラーパネルの配線はこの部分から MC4 ケーブルを延長させて、このように車内に引き込んで、この純正の絨毯の下の部分から車内の電報に行って、このように前のレノジーの走行充電器に接続してこのバッテリーに充電をさせています。続いてこの走行充電器に車から充電をさせるオルタネーターについてお見せしておきます。私のエブリィのオルタネーターはこの運転席のちょうど座席下のこの赤いケーブルの部分にオルタネーターを仕込んであります。でこれは自分で DIY で取り付けられなかったので、整備工場の方に取り付けていただいたんですが、こういったオルタネーターから電力を取る方式にして充電効率がめちゃくちゃ上がりました。それまでせいぜい 30A 程度しか充電できていなかったんですが、最大 50A まで充電できるようになったので、かなり充電効率が上がって大電力を車の中で使っても平気なようになりました。でこういった施工をやったまま先日車検を通したんですが、車検場でも一切何も突っ込まれることはなく、問題なく車検を通りました。続いてこの上の天井収納なんですが、この部分に DIY で収納を取り付けました。でこの部分にはこういった車検証やちょっとした撮影機材、そして小物、またウルトラライトダウン等をこの部分にいつも置いておいて、寒くなった時にもすぐに使えるようにしてあります。そしてこの部分、昨年末にこの天井の部分に板を張って、この1、2、3
4箇所の部分に収納を作りました。この収納を取り付けて本当に良かったです。この収納の部分にはこんな感じで調味料一式やコーヒー、インスタント食品等もこの中に入れてあって、なんといってもこのようにシェラカップセットのような調理器具もこの中にしまうことができます。これがめちゃくちゃ便利なんです。この天井収納作るのかなり大変だったんですけど、ここの部分に収納を作ったことによって QOL が本当に爆上がりしました。結構大変な作業ではあるんですけども、このように車内も見栄えが良くなりますし、個人的には作って本当に良かったなと思ってます。で、続いて寝具なんですが、このセルタンのセミシングルサイズのソファーマットです。こんな感じで簡単に移動できて、車の中にいながらにしてベッド展開ができるんで、取り扱いがめちゃくちゃ簡単なんです。で、こんな感じでもう一瞬にしてベッド展開できますし、この部分見ていただいたらわかるんですけども、このように少しだけバックドアの部分から余裕があるので、車のドアを閉めたままでも簡単に展開できます。で、こんな感じでテーブルがセットしてある状態でも車内から車の外に出ることなく、このまんますごい楽々にベッド展開できるので、この製品私の好きなセルタンから発売されて本当に良かったです。ちなみにこのマットレス、テーブルを広げたままでもこの上に寝ることができて、たまにテーブルの上を片付けたくないときはこのままこのマットレスの上で寝ることもできます。はい。で、続いてこのテーブルも私かなり気に入ってまして、実はこのような感じで、このエブリィの内張りの部分にこのように乗せているだけのとてもシンプルな作りなんですが、この部分をこのように折りたたんで取り外せるようにしてあって、先ほどのこのフラット床の部分にこのテーブルをこんな感じで床下に収納できるようにしてあります。これによって車内を常に広く保つことができるので、そういった意味でもこのテーブル作って本当に良かったです。で、実はこのテーブル裏に少しだけ細工をしてあって、このようにいくつかの蝶番を使って折りたたみ式にすることによって、内張りのこの段差の部分にぴったりサイズで乗るように施工しています。またこの部分にはファスナーテープを仕込んであって、こんな感じでテーブルをセットした後、この内張りの部分に貼ったこの引き出し収納をこの下の部分にこのように貼り付けていつでも使えるようにしてあります。この部分にはハサミや箸、そして包丁などを入れていくととても快適に調理できます。また取り付け取り外しがとても簡単なので、このままハサミや包丁を車から下ろすこともとても簡単です。続いて私のこだわりのポイントはこの 12V クーラーです。こちらは取り付けが本当に大変だったんですが、取り付けてめちゃくちゃ良かったアイテムになります。これは外気温が30度の熱帯夜でも車の中を22度ぐらいに冷やして車中泊できるので、暑がりの僕にはめちゃくちゃ取り付けて良かったアイテムです。そしてこの 12V クーラー、結構風量が大きくてそこそこうるさいんですが、この上の部分にスピードコントローラーをつけて、ここから出る風の量を最弱にして使うことで、すごく小さな音でこのエアコンを使えるようになりました。またこの運転席下に仕込んでいるこのオルタネーターを 60A から 90A に強化したので、さすがにこの床下に仕込んでいる 100A のサブバッテリーでは、あの 12V クーラーはせいぜい3時間程度しか動かないんですが、このように 200A のサブバッテリーを2つほど増設し、バッテリー容量を 400Ah に上げることで、夜間約8時間程度は 12V クーラーを使えるようになります。私は基本的には夏のサブバッテリーのセッティングと、それ以外のシーズンのサブバッテリーのバッテリーのアンペア数を変えるようにしています。続いて車内に取り付ける換気扇としては、こういった木製のつけっぱなしにしておける 5V の換気扇をこのように仕込んでいて、つけっぱなしにしてもこの板が外れることがないので、夜間寝る時の防犯対策にもなっています。またこの換気扇はこのように USB のタイプ A 端子で動くようになっているので、この床下に仕込んでいるサブバッテリーで使うことも可能なんですが、
こういったダイソーで売っている1000円程度で買えるモバイルバッテリーでも動かすことができます。で、この換気扇はスイッチ式になっていて、風量強から中弱とこのように風量も選べるようになっています。この換気扇、車中泊以外でも取り付けてよかったなと思うことがあって、それは真夏の炎天下にこういった形で換気扇をずっと動かしっぱなしにすることによって車内が暑くなりすぎるのを防ぐことができます。この換気扇を動かす風量にもよりますが、このモバイルバッテリー1個で一晩は動きますので、そういった意味でもこの換気扇取り付けて本当に良かったです。またこの換気扇はここにつけたままでもこのように簡単に開け閉めできるので、そういった意味でもかなり気に入っています。次にこの LED 照明です。私は以前この LED 照明を使う前はランタン型の照明を使っていたんですが、この下のサブバッテリーから電源を取ってこの部分で光のオンオフをしたり調光できるタイプになっているので、このように車内を暗くしたり明るくしたり自在に調整できます。寝る際はこの部分を押して暗く保てばいいわけですし、調理中などはこのように車内を明るくすることによって快適に照明を使うことができます。またこの LED 照明はこのように USB Type-A で動くようにしてあるので、万が一この下に仕込んでいるサブバッテリーの電気が足りなくなっても、このようなダイソーのモバイルバッテリーを1つ持っておくだけで、これ1個で最大の明るさでも2時間程度はこの LED テープの電力を賄うことができます。またこの LED 照明はテープで貼り付けるだけなので、施工もとても簡単で、ランタン型の照明のように車内を圧迫しないのもとても気に入っています。次にこのバックドア部分のシェード、よく見ていただくとわかるんですが、このように磁石とこの部分に仕込んでいるワイヤーで固定する方式になっていて、ワンタッチで外の様子が眺められるので、このシェードも作って本当に良かったです。私は基本的にこのシェードをつけっぱなしにしているので、後ろの安全が確認できるようにこういったところにバックモニターを取り付けていて、このルームミラー型のモニターや隣につけているこの部分で後ろの様子を常に安全確認できるようにしてあります。私はこの車の中から一切外に出ることなく、こういった調理器具もこのサイドボックスの中から取り出せるようにしてあって、フライパン等も取り出せるようにしてあります。この他の調理器具もこういった天井収納の部分からコップを取り出せるようにしたり、天井収納のこの部分に入りきらない調理器具は床下収納の部分から簡単に取り出せるようにしてあって、車の中から出なくても快適に調理ができるようにしてあります。この部分にはまな板シートやダイソーで購入した水切りマット、小型の電気ポット、コーヒーを入れる専用のポットもこの中に入れてあります。また手を洗ったり歯を磨いたりする時用のシンクセットも簡単に取り出せるようにしてあって、このシンクセットをテーブルの上に置いて、この部分に折りたたみタンクをセットすればこんな感じの広さで調理ができる形になっています。なので雨の日や雪の日でも車から一切出ることなく、全て車内だけで完結できるように工夫しました。車内での調理中の流れを見ていただくとこんな感じ。ソファーから一歩も動くことなく調理器具のセッティングが可能です。また車の中から一歩も外に出ないので、雨の日でも一切濡れることなく車の中を快適な温度に保ったまま調理のセッティングや後片付けが可能です。また車中泊のお風呂セットは助手席の後ろのポケットの部分にボディウォッシュやシャンプーのミニボトル等をこの部分に常備して使っています。ちなみにこれは PVA タオルで、連泊の車中泊するときにかなり便利な水泳用のセームタオルと同じタオルになっています。この PVA クロスはダイソーで購入したものですが、結構便利なので私はかなり気に入って使っています。このクロスはすぐに乾くので、お風呂に入った後にタオルがびしゃびしゃでなかなか乾かないというストレスから少し解放されました。今回は私が約3年かけて改善した数々のアイテムをご覧いただきました。これらのやり方よりもっと良い方法がたくさんあると思いますので、気軽にコメント欄で教えていただけると嬉しいです。
本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。